はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、ゆで卵は何で茹でますか？おそらく9割以上の人は水で茹でると答えるはずです。なんで水で茹でるんですかね？今日は素朴な疑問が湧いたので、いろいろな液体でゆで卵を作ってみます。それでは早速やっていきましょう。今日は見ての通り様々な調味料を用意しました。当たり前すぎて何も疑問に思わず今まで生きてきましたが、なぜゆで卵は水を沸騰させて卵を茹でるんですかね？今日はそんな疑問を解決するべく、ゆで卵を茹でるのにどの液体が最適なのか検証します。もしかしたら水より美味しく茹でられる液体があるかもしれません。画面向かって左から塩、砂糖、味の素、牛乳、酒、めんつゆ、油、酢、醤油です。塩、砂糖、味の素は水に溶かして使用します。卵はスーパーで売っている至って普通な卵です。最近は物価の優等生と言われていた卵の値段もかなり高騰してますね。原因としては鳥インフルエンザや飼料のトウモロコシの高騰などがあるようです。1パック100円台で買えていたのが最近では200円を超えることも多いですよね。料理にも使いやすくアレンジもしやすく栄養豊富な卵は食卓に欠かせない食材の一つです。それではゆで卵を作ってみましょう。今回は卵の丸い方に画鋲で穴を開けます。こうすることで殻が剥きやすくなります。さらに今回は色々な液体を使用するので味がついたり変化が出やすいような気がします。茹で時間は沸騰してから7分で全て取り出します。過去にゆで卵の茹で時間についての検証もしているので、そちらもぜひご覧ください。まずは塩水です。ほんのり塩味がついたりしたら美味しそうですね。次は砂糖水です。甘みがプラスされますかね。味の素水です。卵に旨味がプラスされてさらに美味しくなるかもしれません。牛乳です。卵にコクとまろやかさがプラスされそうです。酒です。より柔らかい卵とか仕上がりそうです。めんつゆです。めんつゆの味の染みたゆで卵ができるかもしれません。油です。破裂しないか心配です。100度に合わせて温度を調整します。酢です。ゆで卵を茹でるときに酢を少量入れる場合もあるので、酢は相性いいかもしれません。醤油です。醤油で茹でれば最強のゆで卵ができそうです。ということで全て茹で終わりました。画面向かって左から塩、砂糖、味の素、牛乳、酒、めんつゆ、油、酢、醤油です。見た感じは大きな変化はありませんね。こんなに面白くない検証が今までにあったんですかね。ちょっとめんつゆと醤油は色がうっすらとついたかなくらいです。殻を割ったら変化が出ているかもしれません。全て割ってみましょう。油だけしっかりと固まっていませんね。温度は100度くらいをキープで若干高くもなっていたので、温度としては一番高いはずなので、沸騰して液体がグツグツなっているとゆで卵が固まりやすいんですかね。あとは若干醤油がひびが入ってその部分が茶色くなっています。他は変化がありませんね。小さい穴を開けただけでは色に変化はあまり見られません。それでは糸を使って半分にカットしてみましょう。塩はちょうどいい茹で加減です。砂糖も塩水とさほど変化がありません。味の素は若干塩と砂糖に比べると半熟ですが誤差です。牛乳は明らかに生っぽさがありますね。酒もドロッとしています。めんつゆは塩と同じくらいです。酢は味の素くらいですかね。醤油は一番固まっている感じがあります。ひびがあったのも関係しているかもしれません。なんで固まり方に差が出るのか詳しい方いたら教えてください。それではそれぞれ食べてどんな違いがあるのか確かめてみましょう。もしかしたら味に変化が出ている可能性もありますよね。まずは一通り食べてみましょう。なるほどなるほど。はい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 。ふむ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 。わかりました。味に変化はありません。醤油だけはひびがあったので味が少ししますね。あと茹で加減の舌触りなどで味の差を感じますが、ほとんど変化はありません。
結論、ゆで卵は水で茹でるのが一番コストもかからず安定的な茹で加減を実現できるので失敗しにくいです。先人たちもきっとこのことに気づいていたんですかね。当たり前のことを疑ってみると実は発見があるかもしれないので、皆さんの気になることとかあればぜひコメントなどお待ちしてます。大量にゆで卵があるので、せっかくなので一品チキン南蛮を作って終わりにしましょう。玉ねぎをみじん切りにします。ピクルスをみじん切りにします。ボウルでゆで卵を潰します。先ほどカットした玉ねぎ、ピクルスとゆで卵を混ぜます。マヨネーズ、ブラックペッパー、塩、レモン果汁、マスタード、ウスターソースを加えて全体を混ぜ合わせます。これでタルタルソースの完成です。袋に鶏もも、酒、おろし生姜、塩を加えてよく揉んで30分くらい冷蔵庫で置いておきます。ボウルに卵、小麦粉を入れて衣を作ります。そこに先ほど下味をつけた鶏ももを入れて衣をつけます。衣をつけたら170度くらいの油で揚げていきます。揚がったら取り出しておきます。鍋に砂糖、酢、醤油を加えて甘酢だれを作ります。一煮立ちさせたら火から下ろします。先ほど揚げた鶏ももをカットします。タレに鶏ももを絡めたらお皿に盛ってタルタルソースをたっぷりかけて完成です。このビジュアルは悪魔的ですね。早速食べてみましょう。いただきます。今日はアメリカのファブストブルーリボンを飲んでみましょう。見るからにアメリカンな色の配色が飲んでいる俺かっけーって気分にさせてくれます。1844年にスタートした歴史あるビールで安価で飲みやすいラガービールを製造し、アメリカで大衆のビールとして地位を確立しました。その後1992年に一度ブルワリーの歴史に幕を閉じます。2015年に復活し再度人気を集めています。様々なカルチャーやファッションシーンにも影響を与えているそうです。味わいはよく言えば飲みやすい、悪く言えば特徴のない、コクなどはあまりなくかなりライトな飲み口で水代わりに飲みたくなる一本ですね。日本だと300円近くしちゃうので、これを普段使いするなら発泡酒でもいいのかなと思います。デザインなどがかっこいいので、ここぞといったバーベキューやキャンプなどで用意するのは気分も上がって良さそうですね。それではチキン南蛮いただきます。チキン南蛮とは宮崎発祥の料理と言われています。地元でもタルタルソースをかける派とかけない派で意見が分かれるようです。自分としてはテレビなどの影響かチキン南蛮と聞くとこのタルタルソースはかかったものを想像してしまいます。一般的に鶏胸を使うことが多いようですが、今回はよりジューシーに食べるために鶏ももを使用しました。鶏肉の衣に染み込んだ甘酢だれとたっぷりかかったタルタルソースのコラボレーション、卵、玉ねぎ、ピクルスの具材たっぷりのタルタルソースの奏でる食感のミュージック、ジュワ、グニュ、シャキ、シャキ、マヨネーズの濃厚でまろやかな舌触り、隠し味で入れたマスタード、ウスターソースの風味がアクセントになっています。ジャンクだけどなぜか二口三口と箸が進む。考え方によってはタルタルソースはかけるサラダと言ってもいいかもしれません。サラダと定義した途端なんだかヘルシーにすら感じる言葉のマジック。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ゆで卵の茹で方の違いいかがでしたか？ぜひ皆さんの身近な料理の疑問お待ちしてます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。